こんにちは。ことの葉葵です。いや葵、テンション高すぎやろ。姉の茜です。だってお姉ちゃん、次の大野の舞台はラテンアメリカだよ。これは帝国主義によって搾取されているラテンアメリカの同胞たちが今まさに立ち上がろうとしてるってことだよね。あんたは一体誰目線やねん。なあ、うちの妹を返してくれ。こんなコミュニストな妹じゃなかったはずやのに。のんのん、お姉ちゃん、私はコンパニエラでコムニスタですよ。もう、うちには手に負えんかもしれん。冗談だってば。そういえば、新規追加予定のマップもいい感じだよね。この明るい感じの色合いがいいよな。透き通るような海に、照りつける太陽、ヤシの木に、ピーチやで葵。お姉ちゃんとこの地で、新たに武装ゲリラを組織するんだよね。こういう深い森なら、敵の追跡からもうまいこと身を隠せそうだ。しやんわ。絶対赤やし、あかんやつやんそれ。それで、今回使う手段は何や？よくぞ聞いてくれました。第一親衛自動車化狙撃手段だよ。プロレタリアの名がついている唯一の手段だね。これまた葵の好きそうなコテコテの手段やな。だってプロレタリアだよ。新時代を担う労働者の力強さを感じるよね。せやな。この手段は1926年結成やからだいぶ長い歴史があるよな。歴戦の手段って感じがするよね。装備も充実してるし、まさにプロレタリアの名にふさわしい手段だよ。葵の頭の中がプロレタリアすぎる。とにかく、手段解説を始めよか。歩兵枠は他のソ連手段と共通するところも多いんやけど、予備役の歩兵が使えるのが特徴やな。20ポイントで出せる BTR が破格だよね。12.7mm 機銃を搭載してるよ。5ポイント足して、SVD 持ちの歩兵を採用することもできるね。歩兵戦は人数が正義なところもあるからな。こういうユニットがあるのは明確な強みやと思うで。戦車は3種類の T72 があるよ。特に130ポイントの T72 はコスパがいいよね。T72 は安価で出しやすいし、序盤から数も揃えやすい優秀な戦車やで。20ポイント足せば装甲の値が17の77年型 T72 も出せるな。プロレタリアで使える一番強い戦車が T72 アーベイ型だよ。ERA がついて砲の射程距離も1段階上がってるね。あとはなんといってもアターカと強力な対戦車砲が使えることやな。プロレタリアの唯一無二な特徴の一つやで。西側のヘルファイアよりもアターカの方が貫通力も上だし、これは技術力においても社会主義の優越性が示されてるってことだよね。でも葵、ヘルファイアの方が命中率も高いし、サプレッションも。お姉ちゃんうるさい。はい。このアターカを搭載したヘリが3機も出せるのも強いところやな。アターカの弾速は速いから、ヘリとの相性もとてもいいよね。ヒット&アウェイにより適していると思うよ。これだけ優秀な ATGM やから、地上ユニットのアターカが使えるのも嬉しいポイントや。セットで運用すれば怖いもんなしやで。あとは、戦闘機が間違いなく強力だね。機銃はないし、ECM も 10% しかないけど、ミサイルのサプレッションが高い上に2発同時発射だからね。それじゃあ葵、この手段の弱点は何やと思う？砲兵枠がそこまで強くないかなって思うのと、やっぱり主力の T72 にスモークがないことかな。デッキの構造上、序盤からこの T72 に頼ることも多いんやけど、戦車を集めてラッシュするっていうのは相手に読まれやすいよな。アーベイ型はスモークを搭載してるから、これを軸に戦うのが良さそうだね。これがうちらのデッキやで。歩兵と戦車は1枠ずつ抜いて、他の兵科に当ててるな。補給が2枠だと足りないなって思うことも結構あるから、3枠にするのもいいかもね。プロレタリアは T72 で突破口を開いて、アターカと対戦車砲で固めるっていうのが、うちは王道の動きやと思ってるんや。それでいろいろ考えた結果、こんな感じになったな。お姉ちゃん、プロレタリアなのに王道？一体どういうことかな？人民が王様ってことや。それじゃあ実践に行こか。やば。これでええんか？オッケー。始まったな。マップはテイラー。お相手はスノーウルフィーさんや。今回、初めてトーナメントに出ることにしたんだよね。そのために練習したいなって思って、スノーウルフィーさんを呼んだよ。トーナメント慣れしてる方やし、練習相手になってくれるのはありがたいよな。それで、お相手が選んだ手段は、米第2海兵手段だね。質の高い歩兵と強力なヘリ、ゲーム内屈指の強力な戦闘機が使えるね。せや、特にトムキャットは超強力やから、ミグ25でも対抗するのは難しいやろな。でも、クラスターがあるわけちゃうから、ある程度戦車も動かせそうやで。LAV とかも持ってるし、機動力も高いから、序盤で圧倒されないよう注意しなきゃだね。
あとは、疼痛も大量に出るから、特に開けた場所は要注意だよ。それじゃあ葵、作戦はどうする？テイラーは、本当に森が多いマップだよね。主要な道路は赤線で示しておいたよ。7つ拠点があって、ルチセンターと相手側のエレナ拠点は2ポイントになってるのが特徴よな。やっぱり、相手の2ポイント拠点を直接叩きに行きたいよね。だから、このルートが一番大事になるんじゃないかな。このルートを確保すれば、左翼の相手拠点への道も開けてくるはずやな。相手としては防衛範囲が拡散するし、守りにくくなるはずや。左翼の拠点を落とすことができたら、2ポイント拠点にも圧力をかけれるもんね。もちろん、ここまでうまくいくかは怪しいけど、葵、大丈夫や。もしうまくいかなくても、チャンスは必ず見出せるはずやで。そうだね、お姉ちゃん。となると、右翼は孤立しやすいから固めた方がいいかもね。右翼の市街地に浸透されると、取り返すのが難しくなるからな。未然に防ぎたいところや。中央にも偵察を置いて、敵の動きを監視しておく必要もあるな。これが初期配置だね。左翼は森が広がってて見えにくいから、偵察をばらまいて視界を確保するよ。左翼には対戦車砲も置いて迎撃態勢を取るで、中央左翼にも偵察部隊を先行させてるな。主力は森に強い RPO 歩兵と T72 が4両やで、右翼にも偵察と対戦車砲、それとイグラだね。対空はちょっと少ないんだけど、イグラ持ちを3部隊展開してるよ。相手師団の爆撃機はそこまで脅威じゃないんやけど、とにかくヘリが厄介な存在やからな。イグラで対ヘリに特化した方がええはずや。それじゃあ準備万端だね。タバーリシ。フペリョ。バターコ。ダー。アゴーイ。相手も開幕からヘリを2機出してきたか。左翼の偵察も相手の高速バギーにやられちゃったね。ちょっと展開が早い。右翼もあかんな。LAV が突っ込んできてる。対戦車砲も下げた位置に置いて、イグラは退避させるで。出だしからだいぶ雲行きが怪しいよね。でも、なんとかするしかない。まずは中央の敵ヘリを追っ払う必要があるな。イグラが到着したから相手のヘリも追い払えそうなんやけど、さすがに戦車は前に出せへんよな。一旦 T72 を森に隠して、そのまま自陣側中央の丘を越えて遠翼した方が良さそうだね。徐々に前線を押し上げていかなあかんよな。まずは足場を広げて固めるのが重要そうや。この丘と森を取らないと、相手がそのまま中央に突っ込んできそうだよね。右翼は対戦車砲もやられちゃったし、ちょっと取り返すのは難しそうやな。どうする？お姉ちゃん、取り返しに行く？いや歩兵戦をすることになりそうやし、やめておいた方が良さそうや。USMC の歩兵はとにかく強いからな。スモークを焚いて相手のハンビートを撤退させたし、左翼の戦力も蓄積しつつあるもんね。自陣の2ポイント拠点に敵を寄せ付けなければ大丈夫かな。せや、こちらも中央さえ取れていれば、相手の CP もプラス1に抑えられるからな。相手も右翼に増援を送らないといけないはずやから、逆に今がチャンスかもしれん。やっぱり森林戦は RPO が強いね。特殊部隊が相手でも怖くないな。あそこの森は取れたし、ここを足がかりにして左翼の森にも歩兵を流し込むで。中央に敵の CV が入ってきちゃったね。迫撃砲を撃ち込んで対処しようか。中央の敵 CV は迫撃砲で追い出したね。でもこのタイミングで相手のエアーが飛んできちゃった。ミグ25を2機飛ばして迎撃するで。あの AT 機のミサイルは FF 属性じゃないんやけど、射程も長いし厄介やからな。ミグ25が落としてくれたね。歩兵部隊の輸送ルートミスっちゃったんやけど、敵戦車に撃たれてるな。あの戦車、だいぶ厄介な存在やで。貫通力が23で、ウォーノでは一番強い主砲性能をしてる戦車だからね。射程は1925メートルで短めなんだけど、この戦車が出てきたってだけで身構えちゃうよね。あの戦車は可能ならうまく引きつけてから倒したいところやな。この状況なら左翼側でどんどん前進していった方がいいかも。対戦車砲とアターカも前に出して押し込んでいくよ。心臓に悪いわほんま。側面やったら一発で爆散やったで。ミグ25が迎撃に向かったけど、トムキャットがいるのは予想外だったな。なんとか逃げれるかもって思ったんやけど、ミグ25がやられちゃったな。トムキャットが積んでるミサイル、めっちゃ射程が長いから戦っててしんどいよな。これはもう、1機のトムキャットに3機のミグ25をぶつけるしかないね。相手も数を出してくると勝ち目がないから、なんとか格好撃破を狙いたいところだけど、ミグ25をマップ外からぐるっと迂回させて、敵の AT 機を叩き落としに行くよ。今はトムキャットもおらんっぽいから安心や。やったで、敵の AT 機撃墜。戦闘機体もすぐに離脱させるで。左翼への強投歩も確保できた感じがするね。煙幕を焚きつつ歩兵を突っ込ませるよ。いつの時代も最終的に陣地を占領するのは歩兵の役目だからね。
あとはやっぱり対戦車砲だよ。へへへ。葵が対戦車砲に取り憑かれてしまった。そのうち対戦車砲がないデッキは使わないって言いそうで怖いんやけど、なんかどっかで被ったよな。今がチャンスやと思って戦闘機を3機出して制空権を取りに行ったんやけど、ミグ25が2機もやられちゃったな。私もいけるかなって思ったんだけどね。対空網がしっかりしてたのとトムキャットも2機いたからな。ちょっと強気に出過ぎちゃったで、判断が甘かったな。クラスターで敵戦車を破壊したのは大戦果やで、厄介な位置におったからな。運よくトムキャットも落としたからなんとか敵は撃てたよ。クラスター機が生還できたのも大きいね。せやな。でもあとトムキャットが2機も出るから爆撃機を出すときは注意が必要やな。よし、左翼から敵を追い出すことに成功したね。対戦車砲も到着しつつあるし、保持能力もだいぶ強化されたはずだよ。中央付近の敵 AT ヘリもイグラがやってくれたで、これで戦車も動きやすくなるはずや。敵陣の2ポイント拠点もあともうちょっとで落とせそうだけど、若干開けてる場所だから敵の火力支援も届きやすいし攻撃しづらいよね。でも葵、相手の側面は確保してるから闇雲に正面突撃を敢行するよりははるかにいいはずやで。敵の増援度も可能なら遮断したいんやけど、さすがに厳しいやろな。とりあえずスモークを焚いて歩兵と CV を入れてみようか。無茶な攻撃で戦力をすり減らさないように気をつけないと。ちょっとスモークを展開する位置ミスっちゃったな。敵戦車に撃たれててまずい。急いでスモークの中に入れて退避させないとね。2ポイント拠点だからちょっとの時間でも CP を稼げるはずだよ。相手のカウンターで伸びきった戦線の後方を遮断されないよう注意せんといかん。今は見えてないんやけど森に敵歩兵が入ってきてるからな。アターカ持ちのヘリもいるし中央はなんとか抑えられそうだけど、AA がトムキャットを落としてくれたで。これは流れが来てるかも。予備隊で戦線の薄いところは補強しつつ次の手も撃っていこうか。2ポイント拠点に敵の戦車 CV が入ってきたからクラスターで破壊するで。やったやろか。戦線が動いているから多分破壊できたんじゃないかな。もしかしたら後退しただけかもしれないけど、これでプラス3ポイントやから可能な限り CP を稼いでおきたいよな。中央の敵戦車2両に対してもクラスターを投下したけど機体はやられちゃったね。でも1両は撃破できたね。見つけた。敵戦車撃破。この対戦車陣地西側の連中には真似できまい。どやー。まあ確かに茂みにちゃんと隠れてる対戦車砲はなかなかバレへんし強いよな。増援の敵歩兵が集まってきたから2ポイント拠点から CV も追い出されちゃったね。中央を取れば CP もプラス1ポイントなんやけど、残り12分ってことを考えると結構怪しいよな。相手も全力で阻止してくるやろうし。そうだね。でもまずは焦らずに敵の戦力を消耗させることに注力したいね。アイホークがクラスター機を撃ってきたな。マーカーを置いて砲撃するよ。でもクラスター機がやられちゃったな。相手も中央を狙ってくるだろうし、ここで待ち構えて決戦を挑みたいところや。今のなしちゃうんや。中央のすごい開けた位置にヘルファイア持ちのヘリがいるのは厄介だな。しかも T72CV もやられちゃった。2機目の AT ヘリはロケット機で排除したばっかりやったからちょっと油断してたで。お相手さんのデッキ3枠も AT ヘリが入ってるってことか。なるほどな。私たちもヘリを4枠も入れてるからあんまり言えたことじゃないけどね。中央にも補充の CV を送った方が良さそうだね。もう一回敵の2ポイント拠点に CV をねじ込んだんやけど、あかんな。敵の砲撃がピンポイントや。でもこれでプラス3ポイントだよ。なんとか相手の1000ポイントまで追いつきたいね。おるやんけ。頼む T72 やってくれ。2発も外しちゃったね。コヒージョンの影響があるとはいえ悔しいな。よし、中央に CV が入ったからあともう少しで CP も追いつきそう。やっとやで。でも2ポイント拠点にも相手の CV が入ってきたな。これは譲れない戦いやで。葵、あの敵戦車 CV が見えるか。2ポイント拠点から出て右の方に向かってる戦車だよね。なるほど。ってことはせや、うちにはわかるんや。あの戦車はきっと最後の CV に違いないと。何度も戦っているうちに相手の意図が読めてくる感じがするんや。何言ってるのお姉ちゃん。280ミリロケットや。ちょうど CV 歩兵がいるところに撃ってきたか。このロケットあんまりにも威力が高すぎて21発もあるのが過剰なくらいだよね。 CV がやられちゃったのは痛いね。まだや。まだまだ。
うちにはまだ予備の CV がある。お姉ちわざとらしいわ。なんか嫌な言い方やな、それ。もう一度スモークを焚いて、2ポイント拠点に CV をねじ込むことに成功したね。中央にも CV が入ったから、これで、スノーウルフィーさんも GG って言ってくれたね。やった。なんとか勝てたよ。とっても面白い試合やったで。GG やったな。いやーほんとに、最後まで気が抜けなかったな。初動の構成といい、ヘリ部隊の軌道といい、読み合いといい。次はどんな一手を打っていけばいいか、迷うところも多かったよね。やっぱり、実力のあるプレイヤーやからな。うまいプレイヤーが相手やと、うちの読みが通用しないこともあるから焦るで。でもお相手さんも、最終的には CV が一つだけになっちゃって、ずっと走り回ってたって言ってたよ。お姉ちゃんの見立ては正しかったってことかな。スノーウルフィーさんには負けちゃうことも多いんやけどな。でも本当に、こうした試合を通じて学べることが多いから感謝やで。初めてトーナメントにも参加することになるんやけど、ここでも頑張っていきたいな。お姉ちゃんと私、グループステージで敗退になっちゃったりして。そんなこと言うたらあかん。